お久しぶりです。あ、お久しぶりです。すいません、急に。あ、いえいえ。今日ちょっと、てつさんの今までの、こう人生というか、こう今までどうやって、このてつになっていったのかっていうのをちょっとお聞きしたくて、ちょっと勉強させてもらってパクれたら、いいなと思ってるんですけど。まあ、そんなの聞きたいかね。いや、聞きたい。仕事とか自己紹介お願いしてもいいですか？ああ、いいですよ。一応仕事の名前は、てつっていうんですよ。てつ。TETSU って一応仕事。で、僕はヘアスタイリストやってて、ヘアスタイリストって言っても、美容師を経て、そういう撮影関係の、要は、なんかね、説明すると分かりにくいんだけど、ヘアメイクさんっているじゃない、なんか日本だとね、ヘアメイクさんよく聞きますね、それのヘア専門でやってる人ですね。日本だともうヘアメイクなんだけど、で僕海外にいたから、海外だと完璧セパレートなんですよね。セパレートっていうのはヘアとメイクが、ヘアとメイクがもう違う職種っていう位置づけになってるから。で日本は割と一緒になっちゃってるね。どっちもできないとダメ。どっちもできないとダメってわけじゃないんだけど、最初そのダメっていう、なんかそういう概念がはびこってたね。ダメって誰がダメって決めたのかなっていうか、ヘアメイクさんっていうのがなんかこう主流というか、だから僕こっち帰ってきた時も全部そうヘアメイクさんですよ。ヘアメイク撮影やってる人はヘアメイクさんみたいな。ヘアとメイクどっちも一流ってありえるんですか？ないね。そうですよね。無理です。一つのことをこうやっぱり極めてる人がやっぱり職人じゃないですか。そうですね。海外でもヘアメイクっていう職種はあるんですよ。あるんだけど、割とテレビの仕事とかさ、僕がやってたのはファッションのモードの世界のヘアだったんで、もうそっち系はもう完璧分かれてますね。専門職になっちゃう。仕事内容が違うというかね。例えばどんな幼少期だったんですか？僕ね、群馬県の太田市っていうところ出身っていうか、兄弟とかは？お兄ちゃんが一人で、お兄ちゃんと誕生日が一緒。結構珍しいですね。時間もほとんど変わんない。どんな少年だったんですか？僕ね、小さい頃言葉が喋れなかったんですよ。今だとなんか障害者、言語障害ってよく言うじゃないですか。なんか聞いたことありますね。言葉を喋らない人、男の子、要するに喋っても言葉が出てこないんですよ。要はどもっちゃって、次の言葉が出てこないんです。意外ですね。僕幼少期そうでしたね。どもりというか言語障害って言われてた。だから僕ね、義務教育で小学校行くじゃないですか。僕もう一個学校行ったんですよ。言葉の学校みたいな。そこを会話されて言葉を学んだっていうか。それ治るもんなんですか？そういうのって治ったね。今喋ってるでしょ。かなりバンバン僕よりもしっかり喋ってます。そうずっと続いたね。今でも出てくることはあるけど、今もうほとんどねなくなったな。何年ぐらい会話されたんですか？2年ぐらいから小学校を5年ぐらいまでかな。急に治るんですか？それともやっぱ行ってたおかげで少しずつ？行ってたおかげで、別に何するわけでもないんだけどね。なんか何するわけでもないんだけど、そういう先生と話してる。ただこう話すっていうか。じゃあ親に感謝ですね。そうですね。ちょっと変な男の子っていうかね、なんか言葉が喋れない苦手な男の子だった。全然イメージないですね。でしょ？そうなんですよ。僕ね、小学校からね、ランドセルの中何も入ってなかったんですよね。で普通持ち帰るじゃないですか。そうですね。教科書とかこんなでっかい消しゴム1個しか入れてないんですよ。で鉛筆を持っていけない子。なんで？なんていうのかな、そういう意識がないんですよ。どうでもいいものはもう脳から外れちゃうっていう感じ。興味ないってことですね。興味ないんですよ。勉強に。好きな科目もなかったんですか？いや、それは体育とか図工とか好きでした。絵に描いたような。そう子供はそう体を動かすことと、あとなんか物を作ることはやっぱり面白かったね。それだけだね。あとは一切興味ないですね。
高校はじゃあどうするんですか？高校はね勉強しましたよ。だから中学の時にあ、したんですか？一応いや実はですね、はい、僕野球やってたんですよ、はい、少年野球、はい、運動は好きだったんですね。じゃあそうですね、運動好きですね。全然部屋と関係ないですね。やっぱちっちゃい時は関係ないですね、一切ね、それで、はい、中学校行っても野球をやるわけね、はい、で高校行く時に、はい、たまたまね群馬県だから赤城国体っていうのがあった。でそれの候補選手として推薦するっていう学校が推薦にしてやるじゃないけど、みたいな感じだったんですよ、はい、でもそれで行っちゃうと、はい、野球しなきゃなんなくなるじゃないですか。やめらんないじゃないですか。そうっすよ。だからそういう選択肢が狭まるのは嫌だったわけ。ああ、なるほど。なんかなんか奴隷のようにもうやりたくないと思った時に続けなきゃいけない、あ、そうですね、その苦しさってないじゃん。自由でいたいわけですよ、はい、その頃から自由でいたいわけよ。なんでちゃんと試験受けて入ったんですよ、頑張って。そしたら別にやんなくてもいいわけじゃん。そうですね、選べるじゃん、はい、そうやって試験受けてちゃんと入ったのに高校の、はい、野球部の先生から、はい、もう毎日職員室に呼ばれるわけよ、はい、公式やれ、お前公式やれ、はいね、はい、なんで野球やんないんだみたいな、はい、なんかあんまりにも来るんで、はい、嫌になっちゃって、もう野球やめますみたいになっちゃったわけですよ。変わんないですね今と。なんかそういう風になっちゃったんだよね。じゃあ学校は何やってたの？いやちょうどだからその時に中学3年ぐらいの時に、はい、ロカビリーが流行ってたわけ。はい、でロカビリーでうちの兄貴と、はい、その友達たちがチームを作ってたわけね。はい、なんですかそれ？どんなチーム？ダンスパーティーとか、要はロカビリーのチーマーかな。チーマーってちょっと不良のグループがあったじゃないですか。不良なのかちょっと俺もチーマーのことよく分かんないけど、はい、それの先駆けみたいな感じで ロカビリーチームみたいな、はい、みんなロカビリーなんですよ、はい、で同じジャンパー着て、はい、同じジャンパー、着る時も着ない時もあったな。それで毎週週に2回公園で、はいはい、要はツイストとか、はい、チャチャとかの練習をするんだよね、はい、毎週よ、はい、結構本気。結構本気、みんな本気、はい、で要するにチームで考えたこういうダンスだよね、はい、こうステップとかチャチャとか、はい、そういうチームで踊る種目と、はい、個人でツイストを踊る種目と、はい、あって、そういうのはうち群馬県で結構流行ってたわけ。だから高校の時はそういうダンパーですよね、ダンスパーティー、はい、でを開催したりパーケン売ったりとかさ、で地域によってチームがあるわけ。ああ、そうなんだ。俺たちは太田コーカーズっていうチームだったんだけど、ほんでいやそんな怪しくない、はい、だからそっからじゃないかな、こうファッションに興味を持って原宿の古着屋行って、はい、結構ツイードの昔のセカンドハンドの古着のジャケットとか、はい、ラバーソールとかオーダーで作ってもらったりとか、結構本気ですよ、だからそういうなんかここで誤解してほしくないんだけど、はい、なんかよく竹下通りで踊ってるようなこういうなんかこういうリーゼントした人たちいるじゃん、あんなんじゃないですかね。もっとおしゃれですから。刈り上げてる人もいたし、はい、もうちゃんとこうもうちょっとこうなんて言えばいいのかな、シックなというかな、もっとファッショナブルな、はい、スタイリッシュなロカビリーっていうか。その憧れのモデルみたいなのって誰になるんですか？エルビス、昔のエルビス・プレスリーとか、やっぱそうなんですね、ロカビリーの50年代のファッションにこうを忠実に再現してたロカビリーチームみたいな。じゃあそれで一気にファッションに目覚めたんですね。ファッションが好きになったね。お兄ちゃんの影響もうあるね、かなり強い。じゃあその原点はロカビリーなんですね。ロカビリーですね。ファッションに入ったその原点はだからそれぐらい流行ってたの当時80年代ね。やっぱおしゃれだけじゃダメだけどね、ちゃんとダンスもうまくて、
その時まだ部屋は何にも意識してないんですか？意識はしてないけどリーゼント決まるまで学校行かなかったね、要は朝ずっとこうリーゼントを決めてるわけだ。こだわりがあるんだ。いや決まんないな今日。やっぱりこのポマードじゃなくて違うんですかってみようかなって思う。そういうもう毎朝そうです。意外にお前かっこいいけみたいなそう頭決まんねえんだってみたいなそんな感じで結局なんか高校もほとんど行かなかったね俺は。学校行かなかったね。つまんないし周りのね人とこうほんとなんていうの気が合わなかったしね。もう子供っぽく見えちゃってしょうがない。周りがお前ら厨房もう中学生じゃないのって。もう俺は毎日ダンスのクリエイティブを考えてんだけどみたいな。いろんなことを今度計画してこうやってみようああやってみようとかいろいろ集まってもう真剣にやってたから、もう悩むぐらい真剣にやってたんですよ、本当に。高校卒業できるんですかそれで？かろうじて一応させてもらったんですよ。大人に感謝ですね先生に感謝ですよ本当は卒業できなかったんですよ。そうですよね。行かないんだもん。行かないんだもん。そうですよね。卒業させてくれたんですよね。へえ。そんな高校時代ですから、もうどうしようもないですよね。普通に見ればですよ、普通の概念で見ればどうしようもないけど、一般的に見れば、でも違う角度から見ればめちゃめちゃ自立してる、自立じゃないな、めちゃくちゃ一生懸命生きてた。そうですね。ですよ。一生懸命生きてたし、ものすごいそんな感じでしたね。別に美容師が好きだったわけじゃないですね。なんか口実的に、まあその遊んでた時代に可愛がってくれた人が美容師だったって、その人の影響もあって、それで美容学校行こうかなっていう。そうなんですね。親元から離れる口実として美容学校行こうかなと思って。美容学校行ったんですかちゃんと？いやあんま行ってないですよ。いや美容学校はまあそれなりにちゃんと行きましたよ。美容学校ね、終わってで次美容室に勤めるんだけど、そうですよね。インターンっつってね、これが続かない。どんなんですか？その当時の美容師の世界って、なんか軍隊みたいなんですよ。そうなんだ。すっごい上下関係が厳しくて、もう社会のこと一切分かんないからさ、一発目ですね。一発目なんで、で一番最初入った某有名サロンがあるんだけど、面接は受かるんですよ。なんか分かんないけど、で行ったんですけど、もうくだらないと。何がくだらないですか？そんな上下関係とか、何々先輩に尽くすっていうか、いやその人に俺自身がすごい尊敬してたらいいんだけど、どんなやつだって尊敬しなきゃいけないみたいな。そう、上の人は上だし、で軍隊みたいなんで、で下っ端は下っ端でもちろんやる仕事があるだろうけど、なんかすっげえ下っ端的な扱いを受けるわけですよ。お前一年坊主なんだからみたいな、入社したばっかりなんだからね。でなんか美容師ってくだらない、くだんねえとか思って、2週間で辞めたんですね。そこもう辞めますって言って、ちょっと社会に対しての疑問が初めて勤めたところで出たんですよ。で世の中そういうもんだよって言われるんだけど、そうですよね。そういうもんってどういうもんなのみたいな。そういうもんが分かんないんだよな。そういうもんだって言っても、自分が耐えらんないんですよね。しょうがないじゃないですか。そうですね。2週間で辞めるでしょ。だってそこにいればそれなりに稼げる将来はあったんじゃないですか、その当時。全然ですよ。そうですよね。そうですよ。有名店でみんな入りたいってことですもんね。そうでももしかしたらそこの店だけがそういうスタンスなのかなと思ったの。確かに一軒しか知らないじゃん。そうですよね。じゃあ違う店行ってみようと。でまたちょっと有名なところ
よう受かりますね。行って受かるんですよ。すごいっすね。面接は受かるんだよ。外面がいいからねで受かるすごい。それではいそれで次行ったところで先輩がはいなんか美容室のこうタオルを入れるバケツがあるんだけど、はいはいバケツの縁がはいはいこうガムテープでこう貼られてるわけ、はい、でお前これなんでこれガムテープ貼られてるか分かる？はい、いや分かんないです、はい、いやこの中に後輩入れてボコボコにすんだよって言ってたんだよ。はでしょ、はい、くだらない。やっぱり子供じみてると思って、はい、1日でバックれましたね。いやそれはバックれますよね、うん、で次の店に行ったら、はい、また有名サロンに行ったんですよ、はい、受かったんですよ。受かりますね。いや受かる。4件ぐらい行ったのかな、はい、でもそれでもやっぱなんか違うんだよなと思って、もう4件とも 1日でバックレ2日でバックレ、はい、うん、だとか、ね、そんな感じですね。もうダメだもう有名な人間になっちゃうんじゃないですか。あいつ来たら断るみたいなそうだね。すぐ辞めるやつだよね、はい、つってじゃあ4件ぐらい行って全部続かなくて、はい、で俺やっぱり美容師の世界はちょっとダメだと、はい、くだらない、もう俺は続かないと、はい、それで、はい、辞めたんですよ、はい、仕事しないで、はい、美容師自体も辞めて、辞めてっていうか美容師に勤めるってことはやめて、はい、それでもほらどんどん生活していかなきゃいけなくなるじゃないですか。はい、そしたらそのロカビリー時代のですね、はい、先輩が横浜の中華街ですよね、はい、中華街でコックをやってたわけですよ、はい、コックの修行、はい、結構有名なお店で、うん、でまあたまたま連絡もらって「お前どうしてんの?」みたいな、はい、いやいや実はこれこうで続かなくて、はい、なんかもう美容師辞めようかと思って、はい、お前なんかそんなフラフラしてんだったらとりあえず来いみたいな、いい横浜に来いっつって、はい、で横浜のその人が働いてるところに寮があったわけですね、うん、でそこにしばらく行ってて遊んでるっつってもなんかあれだよね、もう世の中に幻滅しちゃってるから何もする気がないわけじゃん、はい、ただその先輩が「お飲み行くぞ」っつってもう全部おごって、まあお酒もおごってもらったりとかして、で飯はその中華料理屋のその先輩が働いているまかない潜り込んで「お前まかない食ってけ」っつって、すげえいい先輩ですね。うん、だから今でも頭上がんないですけどね。ああいい先輩だ、うん、でそこで、はい、お前でそんな何にもしてないんだったら、はい、ちょっと俺バイト紹介してやるから、はい、そこで働いてみるって言われたのが、はいはい、今その先輩がそこのお店をやってるんだけど、オーナーですか？オーナーでやってんだけど、まあ当時はその先輩はアルバイトでそこに入ってた、はい、あれね。でじゃあラーメン屋にお前紹介してやるからっつって、はい、で海賊ラーメンって言ったけど、はい、海賊ラーメンで今でもあるんだよね、まあ、要はその先輩がオーナーやってるから今は海賊ラーメンとして海賊ラーメンって、もう調べてみれば分かる海賊ラーメン館内にあるんだけど、横浜の、はい、でその海賊ラーメンでバイトさせてもらって、はい、俺はオーダー取ったりとか、はい、餃子の配達とかお釜持って、はい、館内の、まあ、飲み屋だよね、はい、あの頃すごい飲み屋がすごかったから綺麗なお姉ちゃんのいるような飲み屋に、はい、若いやつが海賊ラーメンですって言って海賊みたいなやつがいや俺は海賊じゃないけどそれ結構やってたね。1年ぐらいやってたね。うん、でまあ東京にもともとほら住んでったんだけど、もう住まいを横浜に移して、はい、でその先輩も寮を出ることになって、はい、でその先輩と2万9000円かな、なんかそんな風呂なしのそんなところで一緒に住まわせてもらって、その頃まだじゃあこう傷をこう
癒してるような期間ってことですか？いいこと言うね。そう、傷をね、はい、あだってなんかすごい心の傷を癒してる期間かな、はい、で1年ぐらいやってて、その当時の海賊ラーメンの店長さんもすごくよくしてくれて可愛がってくれて、で風呂がなかったから、はい、仕事終わりに厨房のお湯でシャワー上なんで携帯用のシャワーつないでくれて、はい、シャワー入ってけってね、でもそこで風呂入って、はい、で明日の朝起きたら食べれるようなお弁当朝飯をもう毎晩作ってくれて。なんでそんなにすげえ優しかったんですよね。そんな人いるんですね。おい持ってけちゃんめんでいいかみたいな、はい、なんかでもう何でも食えりゃいい感じで、まあ、うまかったけどね、はい、もちろん、はい、そんな感じで1年間やってたんですよ、はい、そしたら当時のね、はい、海賊ラーメンのオーナーが、はい、お前さ水商売向いてるから、はい、うち社員にならねえかって言われたの、海賊ラーメンの、はい、うん、本気で、はい、って思ってバイトじゃないんだと思って、ちょっとそこでまた考えたんですよ。俺は何だろう、はい、何のためにね、はい、なんか美容学校に行ったはいいが、その美容師に幻滅し、はい、こうやって社会にも幻滅し、はい、横浜でこうやってお世話になってね、はい、本当お世話になったんだけども、お前それでいいのかお前の人生はってみたいなのを自分の心が言ってくるわけ。お前大体美容師を、はい、最高でどれぐらいやったみたいな自問自答、はい、2週間じゃねえかみたいなお前2週間で何が分かるんだみたいなね。店ひどかったっすけどね、聞いてる感じだと。そうそう、それでじゃあもう一回ちょっと挑戦してみようと、再挑戦してみようと。俺は2週間しかやってないのに、はい、何が分かるんだろうと思ったわけですよ。それでまた東京戻って美容室に書類っていうのを履歴書か、はい、履歴書書いて、はい、出したらまた受かったわけ。100発100中ですね、うん、なんだけど今度は後輩に先輩って言わなきゃいけないわけよ。年食ってるから1年のブランクがそうですね。でさ、なんか後輩に「お前さ」とか言われるんだよね、もうそんな日々が続いて、はい、俺の方が人生経験豊富なのにそうですねそうですね。お前さとかお前なんとか買ってこいよみたいな、なんかもうそういうやっぱこういう世界なんだと思ったんだよ。 でも、はい、いやとりあえず我慢しよう、はい、我慢してシャンプーぐらいはできるようになろうと、はい、シャンプーだけ覚えたらやめてやろうと思った、はい、でこうシャンプーだけなんとなく覚えて、はい、やめますって言って、はい、半年間続いたんだよ。うわ美容師半年続いたなと思って、はい、すごいですね、うん、すごいじゃんと思って。最初ね、そうそう、2週間が半年最高だったからね。それでさてどうしたもんだろうって、もう日本はだからダメだなって。そこでも思うんですか？もう日本のこの教育というか制度がダメなんじゃないかと思って、はい、それでまあとりあえずどうでもいいから、はい、とりあえずシャンプーだけ覚えたからシャンプーはできると、はい、美容室で、はい、であとはなんかそういう技術をとりあえずベーシックな技術だけをちょっとやればいい、要するにカットができりゃいいから、はい、と思ったわけ、はい、でそうしたら一番最初入った美容室の、はい、唯一可愛がってくれた先輩が、はい、今度代官山で、はい、自分の店じゃないんだけど雇われ店長みたいなのをやってたわけ、はい、でその先輩に電話して、はい、専属のアシスタントにしてくれって言ったの。雇われ店長だから他にもいろんなところの美容師がその店にいるんだけど、そうですよね、そんな手伝いしたくないんだよ。すげえ条件ですね。俺が尊敬できないと手伝えないんで、確かに
その人の専属として、はい、俺を雇ってくれって言ったね、はい、その人に言ったの、はい、うん、すごい交渉ですね、うん、それだ20何歩だからね、はい、で要はそこの会社の社長はいるんだけど、はい、その人に言ったんじゃなくて直接その雇われ店長、はい、ね言ったんだ、はい、で俺ももう本気だったんで、はい、本気で技術だけとにかく教えてくれと、はい、そうかってじゃあ分かったと、はい、うん、で周りももうそういう目で見てるから俺のことを周りの美容師ももうあいつはあの人の手伝いしかしないから同じ店にいるんだよ、なんだこいつってなりそうですね。もうなんだこいつですよ。もうなんだあいつみたいな。いやでも俺はそういう主義なんだよみたいな。もうそんな感じなんですよ。はい、でなんとか、はい、ワンスタイル覚えたのかな。はい、何スタイルあるんですか。いやもちろんあるよいっぱい。どんぐらいなんですか。いやそれはもう計り知れないでしょ。美容師髪を切るっていう何百何千何万何万はないけどベーシックなスタイルで 5個ぐらいあるんじゃないですか。それの一つをその人から教わってこうやってやるんだああやってやるんだやってみろみたいな、はいはい、でそれ1個覚えた、はい、で1個覚えた時にごめん俺にねその先輩が、はい、俺ねその先輩が実家に帰ることになったと、実家に帰って自分の店をやることになったから、はい、お前どうするって、はい、ついてくるか、はい、九州だぞって、はい、九州の諫早ってとこなんだけど、はい、長崎県か、はい、来るかって言われたんだけど、いや長崎か遠いですよね、遠いなと思ってて、はいはい、でまあ悩んでたの、はい、でそしたらで俺はその人のまあ系列の技術が、はい、を習得したかったんで、はい、いや俺はね同じような系統の技術を習得したいんですと、はい、そうかってじゃああるところにねある場所、うん、僕の知り合いで、はい、そこの系統で今店を出している人がいるから、はい、そこに行ってみたらどうかと、いいそういう美容室に、はい、また紹介してくれたんですね、うんはい、電話してみなっつって、はい、うん、で今そこもう立ち上がったばっかりだから、はい、いいんじゃないって、はいうん、でそこに履歴書を送って、はい、そこ2店舗あったんですよお店が、はいはい、で1店舗の方に行って断られたのかな。初めて断られましたね。店の事情で、はい、お取りできないんですよねみたいなことを言われたんですよ、はい、いついつに電話くれって言って電話したらそういうふうに言われたわけですよ、はい、ってそう店の事情を聞きたいんだけど店の事情ってどういうことですか。しょうがなくないですかそれはいやそれ説明してくれと俺納得できないと店の事情って何なんですかこっち真剣なんでいや雰囲気怖いじゃなくて真剣なんですよ。そう技術学びたいわけだから。いやまあそうですね。もう必死ですがってるわけじゃないですか、はい、そうだよ、うんはい、でってもうしつこく言ったら、はい、ちょっと分かりましたと、はい、ちょっと2日後に電話くださいって言われたんですよ、はい、でとりあえず今日はこれでお話終わりにしましょうって、はい、で電話切ったわけ、はい、でさっき2店舗あるって言ったでしょ、はい、でもう1店舗下北沢にその店があったんで、はい、で2日後に電話したんですよまた、はい、この間なんか断られた柳というもんなんですけど、はいうん、柳さんね、はい下北沢のねオーナーがぜひ会いたいって言うんでそっち行ってください、はい、会いに行ってください、はい、言って行ったんですよ、はい、落ちてないじゃないですか。いやだから俺があまりにもしつこいんで、はいうん、でぜひ会いたいって言われたんですよ、はい、でそっちに行ってみてくださいって言って、はい、そっち行ったんですよ、はい、そしたらそれが社長だったわけですよそのお店の、はい、社長が会いたいと、はい、で面接したら
いつから来れるって言われたんですよね。話は分かったと。いつから来れる、はい、それで拾ってもらったんですよ。そこにギリギリなんとか食いつなぎましたね。なんとかやる気で。そうで、そこに行ったら、はい、ものすごいわけあいあいとした美容師だったの。いじめとかそれもないし、はい、そう今までじゃありえない。で、はい、なんかこういう店もあるんだ、はい、やっぱ思ったんだよね、はい、やっぱりこれからみんなで頑張ろうと思ってるような組織って、はい、なんかこういうすごいいい感じだなと思って、でそこでそうですよ4年半ですよね。でそこの社長に気に入ってもらって、お前なんかあるからって言って、はい、そこで業界誌の撮影をやったりとかやらせてもらったりとかして、そこで初めて撮影っていう撮影に携わって、撮影の面白さをそこで知ったわけ。そこでも相当俺わがままだったんですよ。急にやれって言われてできるんですか？急にそんな話振られて。補助してもらいましたけどね。最初はやってみろって言って、まあそれがそこでだから4年半行って、もうちゃんとシャンプーからずっとやって、はい、スタイリストって髪切ってお金を取れるスタイリストになって、はい、業界誌の撮影もやってみたいな感じですね。そこがなかったら今はないです僕。いいお店に出会ったんですね、その先輩の紹介のおかげで。そうちょっとトイレ行ってきます。はい、いいですね。自分が体験したことない話を体験でしたかのように知れるって、でまたそこでもね、はい、波乱万丈やっちゃうわけですよ。その4年半の中で、はい、でも撮影の味を占めちゃったんで。なるほど。なんかもう普通の一般のお客さんもやりたくないみたいな、もう気が起こらないっていうか。何がそんな違かったんですか、その撮影。部屋を作ることが好きだったんで、こうなんか造形的な部屋とか、なんかパンキッシュな部屋とか、はい、じゃあ大元からのイメージで、それを哲さんなりに作品として一個作るっていうのが、まあ大元からのそうだね。まあそんな感じじゃないですか、撮影っていうと。じゃあお客さん切るのと全然違いますね。違うんですよ、はい、でお客さんってこれ一般のお客さんなんで OL さんとかさ、はい、あんまり俺のお客さん OL さん人気がなかったからいなかったけど。そうなんですか。なんかね、僕のお客さんなんか文化服装の学生とかね、ちょっと奇抜な人ばっかりあって、僕男だからさ、やっぱりちょっとOL の綺麗な人とか入りたいじゃないですか、たまには。まあ確かに全然来ないんですよねでなんか僕のお客さんってなんかすいませんドレッドにしたいんですけどとかさ、ちょっとなんかちょっと変わった、人で OL に人気のある美容師さん、その同じお店で、いつも僕羨ましかったけどな、なんかよく綺麗な人ばっかりいるねみたいな。アートはいらないんじゃないですか、そこに。そうアーティスティックな人はダメなんじゃないですか。アーティスティックは別に美容師には必要ないね。OL さんは求めてないですもんね。でもほらやっぱ男性だからさ、俺もなんか見た目そういう人が綺麗だなと思っちゃうじゃないですか。喋りたいなとか。逆に、なんかこうコンサバな女性っていうのかな、に憧れるんですよ。僕はこんなんでも。わかります？はい、わかります。なんかこの辺にピアスしてたりとかさ、もうグワージャラジャラしてた女の子とかさ、なんかそんなばっかりなんで、なんかちょっと大丈夫みたいなそういう結構変わった人ばっかり入れられるんですよ。要はそこの店長が振り分けるんで、初めて来るお客さんで、風貌を見て、これは誰々、これはあれ、これは僕にとか振られるお客さんが、またこれは僕なんだなって思うようなちょっと個性的な人ばっかりなんで、それ辛かったんですよ。それでたまに拗ねちゃったりしてたんですけどなんでですか。いいじゃないですか、そういうお客さん来てくれるんですから。でもほらそういう人って時間を要するんですよ。髪の毛を切ったり染めたりやれなんだりするのに時間がかかるわけ、変わった
変わった人はスタイルだから。そうだから売り上げ上がんないですよね。だから別に普通の人だったらもうなんかもうなんていうの分かるじゃないですか、考えなくてもシンプルですよね。はい今日ははいどれぐらい切ります、今日はじゃあ2センチぐらい切ってあと軽くこの辺パーマかけてくださいっていう時代だったんで、大体がなんかもう考えなくても分かるじゃないですか。そうですね。だからもう流れ作業的になるんですけど、僕の場合は一体一体向き合わないといけないんで時間かかるんですよね、でもうなんかもうそれこそ5時間ドレッドを作ってやってるとかさ、でもドレッドにしてくれって言ったらもう他できないじゃないですか。時間かかるんですね。とかアフロにしたいんですけどとかさ、なんかこういうなんかちょっと変わったことばっかりやってたんで、やらされてたというかやってそうそんな感じだったんですよね、でもう何回もまた切れちゃって、なんか若いから、パターンともうドア開けてもうやめます、社長にね、僕を拾ってくれた人ですよ、もうやってらんないです、やめますってバーって飛び出して、真夏の炎天下の中にガーって飛び出して行っちゃったりとかしてたんですよ。営業中にですか？営業中に。そしたらこう「やめて待て!」っつって追いかけてくれたりとかして「いいかってこう諭すわけ。そこで何をやらかしたんですか？その時はね まだシャンプーやってたんですよ、シャンプーこう髪を切ってる時期じゃなくてこうシャンプーやってた時期ね。でもうずっとシャンプーやってるから、真夏で、でもうしんどくなっちゃって、その怒った時はそうシャンプーが続いて、そうだって一日切りなしに「はい次の方、はい次の方、はい次の方、はい次の方」っつってシャンプーやってるからね。しんどいですね。大変ですね。もう一日朝から晩までシャンプーで終わるって。そうですよ。何人ぐらいやるんですか一日？いやそれこそ分かんないですよ、そんな数えてないし。無限ですか？もうバンバンやるんですよ。でなんかそれでもう切れちゃったんじゃないですか。もうやめますもう仲間パニックみたいな。そうなんか精神不安定みたいな感じになっちゃったんじゃないですかね。まあそんなね、ことだったりとかいろんなハプニングありましたが、でもねそうやって拾ってくれて、本当にベースを育ててくれた人がいたわけですね、人生の中で。でその人のおかげでまた僕は美容師というかそのヘアが好きになったんですよ、その人のおかげで。それで4年半を辞めて、もともともうヨーロッパに行こうと思ってたから。そうなんですか？美容師やってる頃から。もう美容師っていうかもうその代官山のその専属のアシスタントにしてくれって言った頃から、もうヨーロッパに行くっていう頭あったから。じゃあまだあれですよね、ヘアの撮影の方に入ってもいない時にもうヨーロッパを意識しちゃった？意識してた。じゃあそこでヘアの撮影とか任されるようになって、やっぱり間違ってなかったなやっぱ楽しいと思って、それでもう4年半でも全部マスターしたから、全部カットね、それでヨーロッパ行ったわけですよ。なんでヨーロッパなんですか？ヨーロッパが一番なんですか？アメリカもあったろうけど、その当時はアメリカは俺にとって魅力的じゃなくて、やっぱりイタリアとかパリとか、フランスとか、やっぱりああいう雑誌ばっかり見てたしね、ファッション雑誌。そうですね。だからヨーロッパに行こうと決めて、で一応整ったと、技術は、よしあとはもうまた撮影のっていうか今度セットの部屋を磨くね、訓練をヨーロッパでしなきゃいけないと。もうお金も貯めてたんですか？じゃないっすよ。どうやって行くんですか？じゃあ無視っすか？だからそこで考えたんですよ、ちょっと裏切り行為になっちゃうかもしれないけど、今までそこでやっていた僕のその お店ね、美容室でやっていた僕のお客さんがいるわけじゃないですか。4年半もやってれば。そ
で、はい、その人に、はい、まあ辞めることになったって伝えるんだけど、はい、準備が必要だから、はい、俺にもその次の戦略の、はいはいはい、自分がその当時住んでた部屋を板張りにして、はい、鏡1個置いて、はい、で風呂場もなんかあんまり綺麗じゃないけど、でもまあ可愛かったので、風呂場をシャンプー台みたいにして、はい、用意したんですよ、はい、家で着る。それ許可とか大丈夫なんですか？許可とか。許可なんかいらないの、そんな。大丈夫ですか？法的に。そんな知らないです。まあ分かんないですよ。それで、はい、技術があるから、はい、お客さんからダイレクトにお金をいただいたら、はい、要するに美容室で働いてるって歩合制なんで、よく聞きますね。歩合制だから、はい、全部はもらえないわけじゃないですか。そうですね、100万とか200万とか売り上げても、はい、削られていくじゃないですか。はい、だから自分の部屋を板引いて、鏡置いて、椅子置いて、はい、今までいいですね、そこの美容室に来てくれたお客さんに、はい、実はね、僕家でやりますから、はい、よかったら来てくださいみたいな感じで、はい、お客さんの住所を、はい、まあ、店から盗んで、で一枚一枚はがきを書いて、はい、手書きの地図書いて、はい、で電話番号書いて、はい、紙切りますよって、はい、言ってはがきで送って、それで来てもらったんです。それでお金を、まあ、そんなたまんなかったの150万ぐらい。150たまったらいけそうですね。行くのはね、はい、行くのはなんだ、まあ、もちろんカンパもあったけど、はい、まあだからそんな感じです。だからむちゃくちゃだよね。いやー、なんかもうでもちっちゃい頃からむちゃくちゃですよね。だって野球の場所コンバート自分で無理くり説得しに行かないですよ。だって監督いるのにお前監督って言うなよってなりそうじゃないですか。だから内緒でね、それも、はい、お前絶対ファーストがいいよみたいな感じですよね、はい、行動力がちょっとでもぶっ壊れてますね、うん、で行くんですか？もう150溜まってそれで行くんです、行っちゃうんですか？何歳ですか？23か4、覚えてない、23か4ですね。3、4、5のどこら辺かぐらいですか？でヨーロッパのどこに行くんですか？最初イタリアにミラノに行くんですよ。でも何の指令もいない？いないです。じゃあホテルに泊まるんですか？なんかウィークリーマンションみたいなところに20万ぐらい払って1ヶ月滞在するみたいな。でその滞在しながらアパートを探すみたいな。20万、それでイタリアにミラノに行って、はい、アパートを探すんですけど、英語もイタリア語もできないんですよ。あ、そうなんですか。もうただ片言のあれで、はい、片っ端から電話して、はい、2、3日だからまあそこに2週間ぐらいいたのかな、はい、で2週間目にちょうどヒットして部屋見に来るみたいなことを言ってくれたイタリア人の女の子がいて、はい、ジョバンナっていうんだけど、はい、で彼女がそのアパートを持ってる。彼女はその家に住んでるその一部屋を、はい、まあ貸すっていうかますよっていう感じの、はい、ですごい良かったの、その場所が、はい、でいろいろでそれも救われたんだけどね、はい、なんかもうそれでまあじゃあいつから住むみたいな、はい、でもねあなた日本人の男の子でしょみたいな、はい、今までもねいろんな人が問い合わせ来たんだ、はい、でも断って、はい、でもう日本人の男の子入れることに決めたってなんで日本人の男の子なんか入れんのよなんて散々言われたんだけど、なんか知んないけど取ることにしましたみたいな感じで、はい、そうで彼女の家で一緒にこう、まあ、過ごすことになって、彼女はなんかそれまでイギリスにいたんで英語が話せた。だからイタリア語わかんないけど俺は、はい、英語だったら英語もわかんないんだけどその当時でもなんとかわかる、なんとかわかるんですか少しは、はい、なんとなく、はい、
タリア語よりはイタリア語よりはそうですねわかるじゃないですか、はい、そうでそうこうしてるうちに、はい、まあなんでお前イタリアに来たのみたいな話になった。ジョバンナとジョバンナが、はい、なんでミラノに来たのちょっと、はい、俺はイタリアンボーグやりたいから、はい、イタリアに来たんだって言ったんだよ、はい、イタリアンボーグって別にイタリアで撮影してないよって言われたわけ、みんなニューヨークでやってるよって、はいあれみたいなあれみたいななんか俺バカみたいな間違えちゃったな、はい、でもモードの雑誌あるじゃんいっぱい。でも元気ないよイタリアなんてって言われて、もしね哲がね本当ファッションの仕事したいんだったらパリ行きなよって言われたんだよね、はい、ジョバンナに、はい、で俺もバカだからじゃあそうするっつって軽っパリ行くわっつって、はい、それで寝台車ね向こう寝台車があって、ね、あれちょっとですねジョバンナの家じゃもう即解約ですか？そうせっかくであったら即解約、はい、でパリに行くのにその寝台列車ですか？そう、はい、で寝台車列車に乗ってジョバンナん家から荷物を運び出さなきゃいけないわけよ、はい、うん、パリまで、はい、2往復ぐらい1往復2往復ぐらいで。あ、そんな荷物あったんですか？そうパリまでどのぐらいかかるんですか電車だと？一晩ですね。一晩で寝てればついちゃいますね。ひまわり畑を見ながらね、イタリアのね。よくそのバンバンわけのわかんないとこ行けますね。怖くないですか？怖いですよね。あるんですか？怖いなって思いは心配はあるんですか？いやだってパスポート盗まれたらどうしようとかさ。あ、そっちっすか？金盗まれたらどうしようとかさ、そうスリが多いから。ああ、そうなんですね。それは怖い。別に命を狙われることはないからね。でもだって行ったって仕事も決まってなければ、そう生活する場所も決まってないわけじゃないですか。そうやってけんのかなってなんか賞賛考えたらこう行くのこうためらっちゃうじゃないですか普通。ためらってたら何もできないんで。そうっすね。できないですよ。でまた要はパリに行って、はい、パリに着きましたと。はい、でパリはほら割と日本人が多いんで、あ、そうなんですね、うん、で日本人向けの新聞みたいなのがあって、そこにアパート情報とか出てるんですよ。でそこでアパート探して、はい、5万ぐらいだったかな、はい、1月、はい、でもうそこ借りて、はい、そこ絨毯だったんで、はい、大家さんフランス人の大家さんに言って、はい、板敷かせてくれと、はい、髪を切るから、はい、髪切らん、そこもまたサロンにしちゃったんで。要するに髪切れないと収入がないじゃないですか。はい、うん、だから絨毯剥がして、はい、フランス人の大家さんとアフリカ人の職人さんで、はい、6畳ぐらいのところに板を張って、はい、こういうふうに板を張って鏡1台置いて、はい、材料買って、はい、すげえな。それでそこの新聞、日本人用の新聞に広告を出して、はい、1ヶ月いくらで広告を出して、はい、髪を切ります、カットいくら、パーマいくら、はい、って書いて、はい、始めました、パリで。まずはじゃあそこなんですね。切って、生計を立てるってとこから始めたんですね。そうベースがね、ファッションの世界に飛び込むとか飛び込む前にやっぱベースがないと生活収入がないじゃないですか。そうですね。でどうなんですか、出してみると反応ってあるんですか？いや最初なかったですよね。もう一日中電話の前で座ってる、ブッてなってます、はいもしもしそしたらなんかフランス語でなんかフランテレコムですけどみたいな、はい、なんだよ、今ちょっと忙しいとつって切って、もうずっと一日中もう電話の前でこう正座してるみたいな感じじゃないですか。でもう一日何にも電話なかったなとか、はい、もうそんな状態ですよね。でも少しずつ、まあそれも紹介とかで、はい、少しずつお客さんが来てくれて、まあなんとかそこで収入を得て、はい、でちょっとお客さんが空いてる時間に、はい、自分の名刺を買っ
手にとか作って、はい、でも右も左も分かんないんで、フランスのパリのモデルエージェンシーみたいなところに行って、でまあ僕がまあやってきた何枚かの写真は持っていかなかったな、まあ、それは持っていかなかったんだな。俺はヘアドレッサーだっつって、はい、これ連絡先書いてあるからもしヘアが必要な時は電話してってかっけえこう配ってそれからこうなんか電話かかってきたわけ。カメラマンから電話かかってきた。エージェントモデルエージェンシー行ったらお前の名前聞いたからっつって、はい、いつ空いてるみたいな、まあ、テストだよ、お金はないよ、やってみろみたいな、テストでヘア探してるからって、はい、でもうそこも分かれてるわけ。ちゃんとメイクの人はちゃんといるからヘアで入って、はい、そういうことを続けていたわけ。どうなんですか、一発目のテストとかかました後は態度変わるんですか？かますって言ってもお前やるなみたいなのあるんですか、映画みたいに。いやまあいいじゃんみたいな、なったりとかするよ。でまあそういう感じだからね、はい、写真もだから一番最初テストシューティングしたのがフランク・シュバリエっていうフランス人のカメラマンなんだけど、もちろん彼も全然仕事なんかないけどみんなそうやって作品をやってるわけよ、そういうのにどんどん参加し、はい、家じゃ髪を切り、はい、空いてる時間を撮影しでやってたわけよ。あっち行ったりこっち行ったりとかしてね、はいはい、それでそうこうしてるうちに3年目に、はい、すげえもう3年もそれで生計立てれたんですね。なんとなくね、すごいっすね。立てれたっつってもまあなんとか、いやすごいっすよ、ギリなんだけど、はい、それで3年目にしてようやく自分がテストをやっていた、まあやってるうちにこうだんだん分かってくるわけよ。こうパッと見ただけで、はい、こいついい写真家だなっていう、こいついいカメラマンだな、そうなんだ、だんだん分かってくる、はい、これはダメだな、こいつとやってもダメだな。いるんだそういう人も。いるよ、もちろんいるいっぱい。でもこいつどっちだろうっていうのもあるし、そうもう感覚なんですけど、はい、汚ね格好してるって日本人だったらね、はい、思うようなやつほどうまい。そうなんだ。ボロボロの格好して、はい、俺カメラマンなんだけどっていうやつの方がうまい。綺麗な格好してるやつにうまいやついないよ。マジっすか？なんだそれ。アーティスティックな写真撮るのはみんなそういう人たちだ。もう興味ないってことなんですかね、それ以外に。服なんかどこでもいい。どうでもいいじゃない。撮れさえすれば幸せみたいな。そう写真っていう。かっこいい。まあだんだんそれでなんか3年目ぐらいになってきて仕事が入ってくるようになったの。そのカメラマンが持ってきた雑誌の仕事とか、はい、レコジャケの仕事とか、そういうのが少しずつ入ってくるようになって、はい、キャッシュでギャラもらったりとかして、要するにビザなんかないからね、はい、ビザなんか取ってないから、はい、その時代は、はい、まあそんな感じですね。それで友達から友人っていう部屋知ってるって言われて、友人いや知らないって俺も知らなかったんで、はい、今のパリボーグとか W とかやってるよって言われて、で彼がなんか手伝い探してるから、はい、空いてるいつ空いてるって言って、はい、もし空いてたら紹介するからって言われて、それで会ったのかな。それでスタジオに遊びに来るみたいな感じで一回テスさんがやりたかった防具にそこで触れるってことですか？そうでその防具の撮影じゃあごめん W 最初は W マガジンの撮影だったの、はい、で遊びに来いよみたいな感じなの、軽いね、はい、で遊びに行ったらいきなりスーパーモデルなわけですよ。いるのがさ、いるのが
まあ当時は、まあ、ケイト・モスだよね。ケイト・モスがいて、友人がいて、お前あれかみたいな、いや今日一日じゃあちょっと遊びに来いよちょっとまあ手伝ってみたいな。でまあ手伝ってて、まあせっかくねなんかそんな有名な一応人なんだと思って、有名なヘアスタイリストに会ったことないし、それないじゃん、ないし、ちょっと今まで僕がパリでやった仕事とか作品とかを、これいい機会だから見てもらおうと思って、でその仕事の後にちょっとブック見てくれって言ったね。俺の作品見てくれって。作品集みたいな。こう我々が要は貯めてるやつだよね、それ見てくれって言って、それでいいよみたいな感じなんだよね、お前ブック持ってんだみたいな、なんかもう完璧な舐められてるっていうかっていう感じなんだよね。まあ舐められた感じはなかったけど、まあなんか軽い感じで、じゃあ今日8時に俺のホテルにおいでよって、で彼が泊まってるホテルに行って、ほいでまあじゃあビールでも飲むかっつって、冷蔵庫開けて、まあ、ビール飲んで、それでまあ話をしながら、いいブック見てって言って、ずっと話しててなんか忘れそうなんだよ。そうですね。これ前にそうブック見てよっつったら、お前ブック持ってんのって言うわけよ。お前ブック持ってんのかって、まあ一応つって、へえとかっていう感じで、なんかもう完璧にそこでなんかバカにされて、バカにしてる俺のことみたいな、ちょっとなっちゃって、俺そんなつもりで言ったんじゃないけどね、そうね、もう本当見てほしくて言ってるからこっちも、そうですよね。ねいいよなんつって、でブック見出して、お前ブック持ってんだっつって、俺のブックをこう1枚2枚こう最初ヘラヘラしてるわけですよ。でもどんどん顔が真剣になってくる。こう見て、お前パリに何年いるって聞かれて、パリか、もうそうだな、その当時だったから5、6年かななんて言ったら、お前部屋いいよって、お前の部屋はパリじゃないって、ロンドンだ、お前ロンドンに来いって、俺が全部紹介してやるって言われて、本当？っつって、本当だって、お前パリにいたらすごい時間かかるぞ。感じたんだね。会えてよかった、お前に会えてよかった、いい部屋だって。それで本当にロンドンの彼のファミリーだよね、ファミリーっていうか仕事の仲間とかファミリーっていう、まあファミリーで向こうは動いてるからね、でプロダクト、お前金ねえだろっつって、でプロダクトも全部もうなんかいっぱいもらったりとかしてた、こんなもらったかな、これがあれでこれジェルだよ、これあげるから。プロダクトってそういう、使うヘアのプロダクトを彼が使わないようなものを全部もらって、そうそれでロンドンに行ったんですよ。パリでは、じゃあ俺ももうパリ引っ越すっつって、でロンドンに行って。30ぐらいですか。30行ってないですよ、27とか26とか7じゃないですか。20、それじゃ計算合わねえか。23で行ったとしたら 28？ そうか、28か。彼はイギリスのヘアスタイリストなんで。だってあれだよ、撮影の仕事やってんのに、俺まだ2日目のアシスタントで入ってるのに、彼途中で帰っちゃうからね。大丈夫ってことですか？いや、まあそれもあったろうけど、今日彼女の誕生日だから、
もう帰るロンドンにパリで撮影してるのに、はい、今日ね彼女の誕生日だからもう俺この9時の電車で帰るから俺お前がヘアできるってこと分かったからこのブラシ預けるからあとお前やってけって2日目よあとお前やっていけって言っとくからっつってなんか全然違いますね日本の全然違うよ日本の信頼関係とようやく噛み合ってきましたね哲さんの感覚とあとお前やってけよもう俺はお前がヘアできるのもう十分に分かったからかっこいいそれで彼女の誕生日で帰っちゃうんですよロンドンに友人はいくつぐらいなんですかその時俺より6つ上だからねあ、じゃあほんといい兄貴分ですね28293031323334ぐらいだったよねもうその頃あれなんですかトップヘアですかそうだねもう結構トップでもないね僕はロンドンから国外退去になってから有名になったかなまあでもいい仕事をしてたからねずっとまあでもトップというかまあロンドンでは有名だった人だよねもう次世代のトップになるようなだもう連中の中の一人もう完璧今世界トップですもんねそうだねでも世代交代してんじゃないかないっぱい素晴らしいヘアスタイリストは今までたくさん世界にいるんでね、俺もなんかその一人になれればなと思う一心でヨーロッパに行ったからでも俺それでロンドンに行ってから1年足らずで国外退去になっちゃったんですよビザの関係ですビザなかったしで普通電車であんまり捕まらないのに向こうのガバメントっていうかなんかそのガバメントっつったら大げさな駅員に、パスポート見せろっつって、友人の仕事で行っててロンドンに入った時に、捕まって、お前何年日本に帰ってないんだもう6年7年6年帰ってないかな何やってるって、お前ロンドンで何やってんだ、いや絵を描いてるみたいな適当なこと言って絵を描いてるんです、適当なこと言ってもう怪しいと、もう国外退去もう国から出てきなさいみたいなそれで来たところに戻されるからパリに帰れば問題ないんだけど、もうこういう流れになっちゃったんで、もう一回もう日本に帰ろうと友人には何て言ったんですかいやそうなったとまた帰ってくるみたいな感じで別れたんですかいやまた戻ってくる気はあるけどビザが取れれば、ビザのことやってお前また来いよみたいな言われたけど、取れるかどうかも分かんないんで、あそうなんだ、で結局金がないんですよもう、で日本には帰ってきました、急ですねでバッグ1個で、ショルダーバッグ1個ですよね、でもまあヘアスプレーとかヘアのものとあとジーパン1個と、パンツと下着しか入ってないんですよ、もうボロボロですよね、ボロボロですよ腕のいいやつはボロボロですからねボロボロだったんですよ、それでなんかその時にね俺なんかね変な予感がしてたんだよね要はそのロンドンで捕まった時に、空気が変だ空気が変わったっていうか、なんかこれ返された理由あるんじゃないかなと思ったの。なるほど。なんか日本でやることがあるんじゃないかな、だから返されたんじゃないかなと思って、で日本に帰ってきたけど、一文なしなんで、実家に帰るしかないですよね。で友達の家に居候させてもらいながら、なんかしないけど少しずつその俺ヘアだけしかしないけど、この市場ってみんなヘアメイクじゃないですか。日本はそうなんですよね。言ってましたね。だから僕がパリでね仕事とかしてきたやつの作品持って、そういうマネージメント事務所に回るわけで、日本の、ね、あるこういう撮影関係のマネージメント事務所に回るんだけど、
言われるわけですよね。部屋だけだよねって。はい。仕事ないよ部屋だけなんか。こっちにヘアメイクだからって。いやそんなはっきり言われるんですか。もう、部屋だけなんか仕事ないよ。いやでも僕ヘアなんでメイク別にする得意じゃないし、って言ってたら、はい、まあだからそうですよ。その当時はヘアだけでやってる人いたんだけど、はい、奥さんがメイクをやっていていつも組でやっていたん、はい、その人はね、はい、だ俺みたいに単体でヘアだけで仕事をやるっていうスタンスがなかったんで、はい、だからまあなんかたまたま仕事をまあ仲が良かったスタイリストに、はい、ちょっと仕事やろうよって言って振ってもらったんだけどメイクがいないから、はい、結局そういうヘアメイクの人に、はい、ちょっとメイクやってほしいメイクだけでやってほしいんだけどって言ってやってきて、はい、来たんですよ。ダメっていうか困るみたいな。それじゃ仕事ないよって言われながらも、はい、ヘアだけでやってこれちゃったわけ。嘘だった思い込みだったんで、みんなの、集団意識だったっていう。関係ねえじゃんっていう。そこはやれんじゃんでそれでまあ確かにほら僕がね友人と一緒にいたっていうことも多様にしてあったと思うし、みんな興味を持ってくれたっていうのもあるけど、いいよメイクで入るって言って、はい、ヘアメイクの人は僕のヘアの技術を盗むわけですよね。それは盗みたいですね。盗まれるわけですよね、はい、まあもうそんなしょうがない覚悟の上なんでやってくれる人がまずいれば、はい、仕事ができるわけじゃないですか、はい、だからそうやってやってきたんですよ、だからでそうこうしてるうちになんか少しずつ仕事が回ってきて、アシスタントが必要になったんでそのアシスタントも前いた美容室要は何でもかっぱらっていくじゃないですか前いた美容室の子が、かっぱらってないですよ。前いた美容室の子がそう撮影行きたいって言ったんで、行きたいならしょうがないですね。いやでもお前それちゃんと話した方がいいって。またこれなんか悪口叩かれんじゃん、はい、あいつ何でも持っていくって言って絶対思われますね。絶対思われるし、はい、もう本当にもう恩をあだで返すようなね、はい、風にも見られちゃうんで、はい、中には、もちろん、はい、そうでもヘアでっていうのがようやく僕が1年2年やってくる中で、はい、どんどんヘアでやるっていうのが浸透してきたわけですよ、でも僕の代で終わっちゃうといけないから、はい、下の子育てなきゃいけないわけ。育てなきゃいけないってちょっと上から目線ですね。いやでもまあ育ってくれればいいなという思いで、はい、アシスタントも今までやってきた。で、はい、そうするとアシスタントはアシスタントで次の代にどんどんヘアが生まれてくるわけじゃないですか、ヘアだけやる人は、はい、そうすることによって定着してくるんじゃないかなと思ってたの。じゃあヘアとメイクを切り離して、ヘアをこう確立させた第一人者ってことでいいんですよね。まあ第一人者って言ったら語弊があるから、もともとヘアとメイクで組んでやってる人がいたからね、夫婦で。まあでも第一人者って言ったらその人も第一人者だし、で俺も俺の場合は要するにメイクを四方八方からかき集めなきゃいけなかったんで、はい、それが違うだけかな。ヘア主軸で仕事をもらえるからメイク後から集めなきゃいけないんですよね、あなたのヘアがっていう指名の取り方って初なんじゃないですか。そうでもないかな。だからそれはあれじゃない。まあそういう流れの主軸になったことは確かだよね。俺がどうしたとかって言うつもりはないけど、そういう流れのもう源流にはなったはず、なってたはず、そこは。すごいっすね。
でも25年前の話なんだよね、それが。でもそうしたらまたなんか最近ヘアメイクに戻っちゃいましたね、世の中。あ、そうですか。へえ。だからなんかが力を合わせないとやっぱり巻かれちゃうんだよね。なんか大事なものってもっと違うところだよって思うんだけど、なんかこう巻かれちゃう、世の中に巻かれちゃう人が、まあ俺もそれね言ってみたら分かんないけども、なんか当時は勢いがあったからね、俺が主軸になるみたいなね。まだ28だから。とんでもない勢いでしたね。28でもう俺がもう絶対もう完璧に、大体そもそもヘアとメイクって職種が違うみたいなね。いや違うと思います。それを訴え運動、皆さんみたいなことは言わないけど、まあ訴えてきたからね。そうですよね。その代わりそれだけのものを撮影でやらないといけないですよね。確かに。それだけ言ったんだったらっていう。だからそのためにやっぱり技術を磨くし、真剣だし、こっちはこっちで一個一個の仕事は。でもなんかそこまでの経歴があると、なんか普通のヘアの人頼むのになんか単価が高いんじゃないかってみんなに思われそうですね。高いですよね。あ、やっぱそうなんですか。まあ高いと思われてるだろうね。なんか簡単になんか頼めなくなったりしないですか？それは俺は分からないです。向こうの話なんで。でもそういうふうに思われないように軽くやってるけどね。あ、いいっすよみたいな感じでやってるけどね。だからそういうふうにあまりなんていうの、よくある日本の悪いところだよね。こんなものを頼めないんじゃないか。なんかそう思いそうな感じは分からなくて、それは間違いですね。じゃあどんな仕事でもテツさんにやってほしいって思ったら全然普通に頼んでやっていいってこと？もちろんでしょ。そんな値段じゃやれねえよみたいなのないですか？こっちとらここまでやってんだよみたいな。たまにある。じゃあ頼めないじゃん。いやそこはケースバイケースじゃないですか。で俺またパリと同じでここで髪切ってるし、25年30年経っても同じことやってますよ。俺またここ板張りにしてここで髪切ってる。これ髪切ってるじゃないですか。あれですね。ありがとうございます。でも変わんないんですよね、そういうところはね。面白いからね。はい、そんな長い話ですけど、そんな感じで、今はありますね。だから、アシスタントの数も今までのお弟子さんの数も相当だし、みんな活躍してるしね。お弟子さんはあれですか、いくら活躍してもテツさんには何も入ってこない。ないですよ。じゃあ本当にもうこの業界のためにこうみんなの力になりたいっていう、そう思いでね、思いだけだったね。もっとなんかサロンワークやってるヘアでも撮影ができるし、ヘアの可能性っていうのをもっと活躍できる場所があるんだよっていうふうにそういうのを作りたかったんだけど、でもそれが反対に捉えちゃったりとかね、逆側にっていうのはなんか、いやなんかああいう撮影やってるヘアさんってさみたいなふうに思われちゃったりもしてたけど、とかヘアなんかと、いや別に一つじゃなくていいじゃん。要するにヘアメイクだってあったらいいじゃん。でもヘアだけする仕事だってあったらいいじゃん。いろんなものがあって、要は世の中っていうのは変わっていくし、もっと活性化していくわけじゃん。なんでこれはこういうもんだから、これはああいうもんだからってなっちゃうのかなって思うんだよね、世の中って。ああいうもんって決めてんの自分でしょって思うんだよね。もっといろいろやったらいいじゃんって。まあそれが、そんな話ですか。